鏡の話、鈴木捧。これはもう亡くなってしまった私の祖父母の家の話です。二人の家は山あいの小さな町にあって、戦後間もなくに建てられたようなとても古い木造の2階建てでした。私は幼い頃、両親に連れられて、毎年そこに遊びに行っていたんです。ガラガラと音の鳴る引き戸を開けて、玄関の土間から家に上がると、正面に広い廊下があります。その中ほどから2階への階段が伸びているんですが、ちょうど階段の下にあたる部分に鏡があったんです。鏡は大人の膝から上が全部映るくらいの大きさで、壁に直接はめ込まれていました。この鏡にはおかしなところがあって、映るのがちょっと遅いんです。鏡の前で瞬きするとき、目を閉じた自分の顔は見えませんよね。でも、この鏡の前で瞬きすると、一瞬、目を閉じた自分が見えるんです。それで、おかしな話なんですけど、小さい頃の私、それを別に変なことだと思ってなかったんです。例えば、古い車はエンジンのかかりが悪かったりしますよね。それと同じで、古い鏡だから性能が悪いんだろうなって、まあそういう子供の理屈です。もちろんそんな理屈は大きくなるにつれ、おかしいとわかるものなんですが、まだそれがギリギリ信じられていた頃、8歳の時にこんなことがあったんです。その年の夏も家族3人でその家を訪れました。ある日のお昼、祖父母と両親が近所のお宅に挨拶に行くとかで、私一人で留守番することになったんです。私は畳の上で寝転がって本を読んでいたんですけど、トイレに行きたくなり、廊下に出ました。鏡のある廊下です。トイレは廊下を曲がった奥にあったんです。トイレを済ませて手を洗い、部屋に戻ろうと廊下に出ると、何か妙な感じがしたんです。昼間でも廊下はやけに薄暗くて、外のセミの声がずっと遠くに感じられるくらい静かでした。一歩踏み出すとギーッと足元が鳴るのが意識に絡みつくみたいでした。もう早く戻ろうと思って角を曲がってあの鏡の前を通るとき、なぜか一瞬横目にそちらを見てしまったんです。鏡には私の姿が映っていませんでした。あ、と思っていると、一瞬遅れて自分の姿が鏡に入ってくる。いつも通りです。でも、その時、私、いつもは当たり前だと感じていたその遅れを、怖い、と思ったんです。その翌年からも祖父母の家に行くことはあったんですが、なぜか鏡が遅れて映るようなことはなくなっていました。まあ、あの年以降、私は鏡をあまり見ないようになっていましたが、時間が経って私が20歳になった頃、
祖父母が相次いで亡くなり、その家を片付けることになりました。家に入ってしばらくして、お母さんやおばさんが家を片付けているとき、私はあの廊下を覗いてみました。奥に行くにつれて、変にじっとりと暗くて、静かでした。そこで私、急に思い出したんです。あの時、なんで鏡を怖いと思ったのか。これ、今思うと、なんで当時気づかなかったんだっていう、明らかに変なことなんですけど、あの時、鏡は遅れてただけじゃなくて、映り方が逆だったんです。だから、あの時、私が鏡の前を通り過ぎようとしたところで、鏡の中の私は一瞬遅れて、こっちにぶつかってくるみたいに、鏡に入ってきたんです。祖父母の家はまだ空き家として残っていて、だからまだあの鏡もあの廊下に残っているんだと思います。